身長富士スイミングクラブのエサです。今回の動画では泳ぎの練習を始める前にできるようになってもらいたいことについて話をしていきます。これができるかできないかで泳ぎの上達具合は大きく変わります。これから水泳の練習を始める方やまだあまりうまく泳げない方はもちろん、もうあのことかと分かった方も復習のためにぜひ最後までご覧ください。一つお知らせです。富士スイミングクラブはベトナムで水泳のレッスンを行っています。レッスンご希望の方はご連絡をお願いします。では動画の続きをどうぞ。今回話していく泳ぎの練習をする前にできるようになってもらいたいこととは、体を浮かせることです。皆さんはこんな経験ありませんか？水に浮きたいのに体が沈んでしまって浮けない。でも水に潜っていきたいのに体が浮いてしまって潜れない。これはなぜなんでしょうか？なんで体が水の上に浮くのか理解していないと、浮きたい時に浮いて潜りたい時に潜れるようにはなりません。ヒントは空気です。体の脂肪の量にもよりますが、基本的に人の体は水の中だと沈みます。しかし空気をたくさん吸って肺の中に空気がたくさん入っている場合は、肺が浮世の代わりになって水の上に浮くことができます。最初はたくさん息を吸った状態で両足を抱えて水に浮いてみてください。上手に浮けるようになったら、その状態で少しずつ息を吐いていきます。どこかのタイミングで体が沈み始めると思います。この練習を繰り返し行って、どれぐらい息を吸ったら体が水の上に浮いて、どれぐらい息を吐いたら体が沈んでいくのか覚えていきましょう。これができるようになったら、次は泳ぐ時の姿勢、手足をまっすぐ伸ばした状態で水の上に浮く練習を行います。息をたくさん吸った状態で浮いていくんですけれども、このままだと足の方が沈んでしまうと思います。これはなぜかというと、体が浮いている時は肺が浮き輪になって一番浮く場所になっています。この状態で手の方の長さと足の方の長さを比べると、足側の方が長いのでバランスが悪いです。このバランスの悪さから足の方から沈んでしまうんです。足が沈んでる状態だとたくさん練習してもなかなか上手に泳げるようになりません。水の中では前に進むスピードがあると体は浮きやすくなります。この前に進んで体が浮きやすくなる力を使って足を浮かせた状態を作れるようにしていきましょう。そのためにやる練習は、壁を蹴って進む力を使って体を浮かせる練習です。空気の入った肺の浮き輪と壁を蹴った勢いを使って手足をまっすぐ伸ばした状態で体を浮かせていきます。この練習を水泳では毛伸びと言います。毛伸びが上手にできるかできないかは泳ぎの上達に非常に関係してきます。上手に泳げる人はこの毛伸びだけで15メートル以上進めるという方も多いです。まずは5メートル、それができたら6メートル、7メートル、8メートルと少しずつ毛伸びで進める距離を伸ばしてみてください。次回の動画ではなんで泳ぐときは体を浮かせないといけないのか、
その理由について話していきたいと思います。上手に泳げるようになるためには必ず知っておいてもらいたい内容なので、次回の動画を見逃さないようにチャンネル登録をよろしくお願いします。では今回の動画はこれで終わりになります。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。